皆さん、こんにちは、エマです。優しい日本語でいろいろなお話をお届けするエマのポッドキャストへようこそ。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？私は今日日曜日でお仕事がお休みだったので、今日はね、朝から英語を勉強していました。英語を最近とても勉強していて、最近はね、私、実はスピーキングに力を入れています。スピーキング、話すことですね。なんでスピーキングに力を入れているかというと、私、ドラマや映画を見ていて、理解することはできるのに、一切話すことができないんですね。不意に外国の方、不意に英語で話しかけられた時に何にも答えることができないんです。実際にこの前答えることができなくて、すっごく悔しかったんですね。なんて言われたかわかるのに、なんて答えればいいのかが、とっさに頭の中で考えることができなくて、そして話すことができなかったんです。それがすごく悔しくて、最近スピーキングの練習に力を入れているんですけど、皆さんも日本語を勉強するにあたって、日本語を勉強するときにですね、何かそういったことになったことありますか？日本語で相手が話していることはわかるのに、でも自分で話すことができない。そういうふうに思ったことがある方、たくさんいらっしゃると思います。なので今日はそのことについてお話ししていきます。今日の動画はきっと皆さんがこれからスピーキング力を高めたいっていう方だったり、聞くことはできる、理解はできるのに話すことができないっていう方にとても役に立つと思うので、よかったら皆さん最後まで楽しんで聞いていってくれると嬉しいです。では早速今日も始めていきます。では早速お話ししていくんですけど、まずなんでこういう状況になるのか、なんでこういうふうに人が言っていることは理解できるのに話すことができないのか、そういったことについてお話ししていきます。これはちゃんとあって名前が外国語副作用と呼ばれているんですね。外国語副作用。これは外国語、皆さんにとっては日本語です。私にとっては英語。こういう外国語を話すときに一時的に自分の頭ですね。頭で考える能力が低くなってしまうんです。思考力が低下してしまいます。考える力が弱くなります。このことを外国語副作用と言うんですね。これがあるから外国語を話すときはどうしても考えることが難しくなってしまうんですね。頭がいっぱいいっぱいになっちゃうんです。これ以上頭が働かないっていう状況になってしまうんですね。実際に例を挙げてみると、私が日本語で聞かれたとします。日本語でなんで英語を勉強しているんですかって聞かれるとすると、私はたくさん答えることができるんですね。世界中の人と友達になったらコミュニケーションが取れて、そしていろんな文化を知ることができるとか、新しい仕事に挑戦することができるとか、日本語教師として働くときに役に立つとか、そういったふうにすぐにたくさん思い浮かべることができるんです。これは日本語が私の母語だからなんですね。私の母国語だからです。これが逆に英語になってしまうとします。例えば私が英語で誰かに Why do you want to speak English? って聞かれたとすると、私はきっとこうなります。Um, I don't know. I like English. Or I want to speak English fluently. I want to make friends. こういった簡単なシンプルな答えしかできなくなってしまうんですね。これは英語が私にとって外国語だからです。
外国語だから英語を話すっていうことに必死で答えを考えることができないんですね。一番人とコミュニケーションを取るときに重要な、なんで英語を勉強したいのか、なんで英語を話せるようになりたいのか、そういったことについて考えることができなくなってしまいます。そうなんですよ。これが問題なんですよね。これが私たちが外国語を話すときにうまく話せない理由だと思います。他にも私には原因があるんですね。スピーキングができない原因。これはただ単に練習不足です。私はスピーキングの練習不足なんですね。たくさんたくさん練習をして、たくさんたくさん英語で考えることができるようになると、もちろん外国語副作用っていうのもかなりね、なくなると思います。外国語副作用なんて関係なく外国語を話せるようになると思うんですね。たくさん勉強したら。でも私は現時点で何も何も勉強していないんですね。リスニングとリーディングはたくさん勉強しました。日本では TOEIC って呼ばれる英語のテストがあって、それがすごく重要視されるんですね。日本でとても大事なこと、大切なこととされています。でもこの TOEIC は大体の人が受けるタイプのものはリスニングとリーディングだけなんですね。スピーキングの方のテストは受けない方が多くて、私もスピーキングのテストは受けたことがありません。なので、スピーキングを勉強しようと思ったことが実は今までなかったんですね。なので、リーディングとリスニング、私がこれくらい勉強したとすると、きっと私のスピーキングの勉強量はこのくらいです。本当にちょっとしかしていないんですね。なので、オーストラリアに行ったすぐですね、1週間目の時って、英語で今まで考えて話すっていうことがなかったんですね。日本語で考えてそれを英語で話すっていうことしかしていなかったので、どうしても最初の1週間はとても苦労したんです。やばい。話せない。たくさん英語知ってるのに、みんなが話してること理解できるのに、話すことができないっていう状況になったんですね。でも私は1週間が経って自然に英語で考えるようになったんです。オーストラリアにいるとみんな英語で話しかけてくるし、私も英語で話すしかない。なので英語で考えるしかなかったんですね。英語で聞いて、英語で理解して、英語で話す。100% 私の頭の中が英語になったんです。だから私はそのオーストラリアにいる間はすっごく話すことができたんですよ。自分でも驚くくらい人とコミュニケーションが取れて、難しい言葉もポンポン出るようになったんですね。ポン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 って英語で出るようになったんですよ。でも日本に帰ってくると英語で考えるっていうことがかなり減りました。近くに英語を話す人もいないし、すべて日常で聞く言葉は日本語だし、だからどうしても100% 英語だった頭が100% 日本語になってしまったんですね。これがきっかけで私はまたスピーキング力が落ちてしまって、外国語副作用がすごく起こってしまったんですよ。私の身に。これがきっと皆さんにも起こっていることなんですね。日本語を理解できるのに日本語を話すことができないって思っているたくさんの方はきっとこの外国語副作用が原因だと思います。皆さんもきっと日本語でスピーチしてって言われたら多分たくさん話すことができると思うんですね。でもそれって準備期間があるからなんです。何を話そうかなっていうのを考えてから話すことができる状況だから、スピーチとかは話すことができるんですね。私も英語でスピーチをしてくださいって言われたら、多分すっごい話すことができます。
日本語で考えるからですね。日本語でしっかり考えて準備することができるから、私はきっとスピーチはできるんですね。でも今ここに友達がやってきて、私に英語でわーって話してくると、私はきっと何も話すことができないんですね。頭が働かなくなる。頭がもう何も考えれなくなるんですね。思考力が低下してしまうんです。だから私はきっと英語を理解できるのに、英語を話すことができないんですね。ちょっと長くなってしまったんですけど、今話したことが、まず皆さんに知っておいてほしいことです。心配しなくていいってことなんですね。あんまり悩まなくて大丈夫。それはきっとみんなの身に起きてます。みんなだけじゃなくて、私にも起きていることなんですね。だからあんまり心配せずに、今から私が言うことをぜひぜひ皆さんの日常にも取り入れていってほしいなと思います。私が実践していること、私が今スピーキング力を高めるためにしていることがあります。これはとりあえず話すことです。でも皆さんきっと今こう思った方いらっしゃいませんか？だから話す機会がないんだって思った方、きっとたくさんいらっしゃると思います。これはね、本当に私も実際に話す場所がないんですね。話す機会が本当にないんです。だから私は一人英語、独り言をしています。独り言。だから私はずっと一人で話しています。一人で車の中で話しているんですね。私はほぼ毎日ジムに運動しに行くんですけど、ジムに行く車の運転、車を運転している途中にずっと一人で英語を話しながら行くんですね。今からジム行こうとかを英語で話すんです。今日は何しようかな？今日はどこ鍛えようかな？そういったのをすべて英語で話してるんですね。こうやって私はとにかく自分が英語を話す機会っていうのを作り出してます。自分で。他にも私はチャット GPT とお話ししています。チャット GPT、AI とおしゃべりしているんですね。でもこれすっごく良くて、何がいいかというと、AI って褒めてくれるんですよ。やる気にさせてくれる。なんかあんまり間違えても優しく教えてくれるので、やる気を失わないんですね。頑張ろうって思うことができるんです。しかも正確に直してくれるから、だから私は AI と話したり、そして他にも独り言をしたりします。で、なんで私が人と話さないのか、人と話すことができるイベントに行けばいいじゃんって思った方もきっといらっしゃると思うんですけど、これがちょっと私には厳しいんですよね。私はかなり内向的なので、ちょっと人見知りというか、あんまり人とコミュニケーションを取るっていうのが得意じゃなくて、だからそういうイベントに行って、交流したりっていうのがかなり難しいんですね。他にも私、過去の動画、前の動画で一度ハロートークをご紹介したと思うんですよ。ハロートークでボイスルームっていうのがあって、そこでみんな知らない人といっぱい話すことができるからおすすめですよっていうお話をしたんですね。実際にあの時は本当に使っていて、すっごい皆さんにおすすめだったんですけど、実は最近全く使っていないんですね。なんでかというと、本当にシンプルに怖くなってしまったんです。何が怖くなってしまったかというと、すごく不安になっちゃったんですよね。なんか私の英語すごい下手だなって思われてたらどうしようとか、やっぱりさっきも言ったように何を話したらいいのかわからないから、そうやって仲良く話すこととかもできなくて、すっごいシンプルな言葉しか出なかったりしたんですね。だからそれが私的に逆にストレスになってしまって、なんかもう嫌になったんですよ。
英語嫌いになりそうとか思ってしまって、だからやめたんです。英語を嫌いにはなりたくなくて、英語ここまで頑張ってきたから諦めたくなくて、だからもうね、ストレスになるようなものはやめたんですよ。ハロートークは最近ちょっと疲れてしまったので、ちょっとお休み中なんですね。あんまり使わずに、今は AI とおしゃべりしたり、独り言言ったり、YouTube、Vlog とかポッドキャスト見ながらその人の真似をして話すっていうことをしています。で、これ本当に意味あるのって思った方もいらっしゃると思うんですけど、本当に意味あります。すっごい良くてこれ。なんかね、独り言だったら、やっぱり、どれだけ私が英語で考えて、どれだけ時間がかかっても、誰にも迷惑がかからないというか、誰もなんか困らせちゃったりしないじゃないですか。だから落ち着いて英語で100%考えて英語で話すことができるんですね。皆さんも一人で日本語を話すとなるとしっかり時間を取れます。日本語でしっかりと考えて、そして日本語を話すことができるから、自然にストレスにならずに話す練習ができるんですね。だから私はこの方法をおすすめしています。AI も待ってくれます。待ってくれる。だから、スピーキングの練習には本当にいいと思います。そしてこうやって毎日毎日スピーキングの練習をしていると、本当に私がオーストラリアにいた時みたいに日本語で考えることができるようになったり、私の場合は英語で考えることができるようになったり、そういった風にきっと流暢にペラペラと早く喋れるようになると思うので、ぜひ皆さんも諦めずに頑張ってみてほしいなと思います。私も今スピーキングに力を入れて頑張っているので、みんなでね、一緒に励まし合いながら頑張っていきましょう。では今日はこんな感じで外国語副作用についてお話ししてみました。いかがでしたか？外国語副作用すごく苦しいですよね。みんな日本語で話したいのに、日本語を理解できるのに、日本語で話すことができない。私も英語を理解できるのに、英語で話すことができない。だから、スピーキングの練習をする。そういったことが本当に大切だと思います。すごくね、やっぱり語学勉強って苦しいことがたくさんあるし、辛い時っていっぱいあると思うんですね。でもみんなが今まで頑張ってきたことだったり、今頑張っていることっていうのは、絶対に少しずつでも皆さんの力になってます。皆さんの身についていってます。絶対にいつか日本語を話すことができるようになるので、諦めずに私と一緒に頑張っていきましょう。そして日本語を勉強していて、とても辛くなった時とか苦しくなった時は、ぜひぜひコメント欄で何でも相談してくださいね。できるだけ私すべてのコメントに返すようにしているので、何でも質問とか相談とか苦しいなっていう時は何でもコメント欄で書いてくださいね。みんな一人じゃないので一緒に頑張っていきましょう。今日紹介した独り言だったり、AI を使った勉強だったり、スピーキングの練習だったり、そういったものをぜひ皆さんの日常に取り入れていってもらえると嬉しいです。では皆さん、今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日の動画も楽しんでいただけていたらとてもとても嬉しいです。では皆さん、今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。皆さん、今日もいい一日をお過ごしくださいね。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。じゃあね。